千尋、あなた私逃げるよ。いつ戦うじゃん。自分あなたの目見るじゃん。怖い。怖いだって。怖いの見るじゃん。やろうぜ。やる。ライジンとしては10回目の大晦日。この10年間の集大成をファンのみんなと、そして選手と分かち合えるような素晴らしい大会にしたい。このカードが10回目の大晦日を締めくくるメインカード、そう思っております。鈴木千尋、クリビル小池、ライジンフェザー級タイトルマッチ。自分でブラジルモデルない、私ずっと日本。お金がないけどもお金ないけどでも夢がある。自分の家族ここの作ってるの日本、仕事もう夢とか全部の日本で10年とか大晦日だったらそれが本当にスペシャルの自分も一試合したいです。俺いつかその当時のトレーナーに俺いつかここでメインでチャンピオンでこう飾りますよって言ってたんですよ。叶いましたね。ライジンイコール俺になるんじゃないですか。大晦日10周年 KO すごいできればピガ日本のライジンを俺が世界のライジンに変えます。俺の夢についてこい。ライジンを世界にですよね。実際今世界大戦が起きてるじゃないですか。キルギスだったりブラジルだったりアメリカだったりいろんなところからライジンに来てて、ベラトールが買収されて試合先がないみたいな感じになってて、で USC には行かなくてライジンに来ますし、そういった意味では今世界がライジンに傾き始めてるのかなと思って、で僕から言わせれば USC はカゴの中の鳥なんですよ。そこでしか競い合ってないじゃないですか。平和みたいな感じです。交流戦しませんみたいな。そこで最強決めてるだけでしょって。ライジン見ろよって別にどこの世界トップチャンピオン全員呼びますし、だったら多分そこが世界になるんじゃないですか。大晦日でベルトで戻ってるか、自分のチャンピオンだってる。さあ、そして三角。さあ、またセットします。宣言します。1ラウンドで俺は KO します。絶対 KO 勝ちです。3分以内ね。クレベル選手 66.40、400g オーバーです。クレベルはこの場でタイトル剥奪になります。計量失格してチーム何しても勝ちだってなった時にトレーナーとか含めて周りもそうですけど、もう思いっきり賢者みたいな失うもんないよみたいな、失うもんないってなんだよみたいな、これ別に試合だけど試合じゃないよみたいな雰囲気が出るんですよね、周りが。右ストレートを打ち込めるタイミングがあって、いやこのラウンド様子見ようっていう瞬間が2回ぐらいあったんですよ。全部言い訳ですけど、思い返せばそうだったのかなっていう感じですね。結果的にストレート打って負けてたとしても悔いはなかったんですよ。鈴木にとってはビッグチャンスです。ストレート右、追っていく。食らった。稲妻
バタつかされました。今パンチだパンチだ。連打をする下からパンチ。なんとグラウンドでパンチ。なんと鈴木千尋が奇跡を起こす。千尋タイムが来るか。千尋タイムだ。しびれる人生生きようぜ。試合見てて描くんだろうなと思いながら待ってました。急に中指立ててきて意味わかんなくてで戦ったって感じですね。おっと今激高した鈴木千尋選手。やっぱ格闘家なんで振られた喧嘩は買いますし舐めたことするやつにやっぱやり返しますよ。千尋チャンピオンだったら座ってその受け流せよって言われますけど、じゃあチャンピオンだったらいくらバカにされたりけなされたことされても座って待ってろっていいんですかっていう。手挙げられた時にいたのを見つけたんで、なんかこいつに解説されてんの腹立つなと思って本当に日本人だから許されますけど、あれブラジルとかペルーでやったらマジ殺されますからね。あの会見に関してはめちゃくちゃ面白かったな。あー懐かしいですね。ありましたありました。格闘家なめんのいいからお前。なんかあいつめっちゃ俺のこと嫌ってるじゃないですか。大っ嫌いだよ。そうですよね。嫌い。めっちゃだって短気っすもんね。切れすぎだろみたいな。鈴木千尋と毎月なんか記者会見なんかイベント来人でなんかやってくれないですか。黙れ一回。黙れ一回。誰がやってんのおめえよ。まだ流すぞ。結局本物しか残らないんで。ぶち殺したの。でも彼がもう変わってるけど、なんで自信後で彼がもっと有名な日本でそれ変わらない。でもそれ楽しいね。彼がもっと有名だったら私ボコボコだからが良かったですね。クレベルコーチ。さあスクランブルやるか。自分勝ったらすぐ見るで千尋選手。いや俺は逃げてねえぞって。自分はあなたの目見るじゃん。怖いだっていう。怖いの見るじゃん。やる恋してクレベル見てると思い出す。父親を思い出すって言ってるでしょ。似てるっすね。超似てます。父親と戦ってる感じがするんですよ。ヒットもグラントあったじゃないですか。であそこで持ち取ってなんかやり返しちゃうような感じとか、南合いとかだったら絶対引かない感じ一緒なんですよ。喧嘩売られたら逃げたでしょ、あなた逃げたねとかめっちゃ言うんですよ、私は。てかお前もそうなんじゃない？僕もそうなんですけど、そう育っちゃったんでなんか触れてますよ。恋して逃げるな。リンゴ女とうちの中全然違う。1ヶ月ちょうど。今日ちょうどいいです。1ヶ月だからね。もうどんな理由っていうか聞いてもいいですか？ありがとう。日本のドラゴンでそれが強いの名前の日本で。でも自分それがもう大事なお名前で。めっちゃ優しくて面白いです。面白いですか？本当に小学生じゃ本当に大人ってくらいやばい。自分今35歳な。怪我が多い超ベテラン、ちょっと長いの格闘技だったらちょっと疲れるな。自分今30もうすぐ36歳だったら自分もうできなかったでもう一回できないです。私の最後タトルマッチででも自分のすごい集中すごい頑張ってる。持ってきてちゃんとね。持ってかなかったら入らないうちに。
はい千尋ポペガ自分の家族この作ってるの日本、仕事もう夢とか全部の日本で、自分本当は日本人でしたいです。自分赤パサポートやりたいね。日本で守りしたい。クレベル先生おいくつぐらいでしたっけ？35。格闘家でいうともうベテランの枠に入ってる人が今更スタイルは変えられないんですよ。今持ってる技のクオリティを上げるか、その低下を収めるしかできないですよね。だからクレベル選手は前回戦った時よりもそんな変化はないなと思って、自分は25で若くてどんどんスタイルチェンジができる、年代年なんで、あの時と全然動き違えぞみたいな、こんな変わるのかなって思うと思うんですよね。今更自分が寝技練習したところでクレベルと同等それ以上にはならないんですよ。で逆にクレベルも今更ボクシングやったところで僕よりも大蹴りが強くはならないんですよ。だったら自分の得意を伸ばして個性同士ぶつけ合った方が勝機が高いんで、だからそれはもうそこの伸ばし合いの勝負だと思いますよ。個性のぶつけ合いっていうか。稲妻落としてやったぜ。引退したら仲良くなれるタイプじゃないですか。志は多分似てるっすね。はい。なんなら同志のところを感じるんですけど、でも今は敵なんで。ライジンも素晴らしい。何素晴らしい？ファンだったら一番のいいかな、もうそれのライジンも世界だ。なんでみんなもう日本試合したい。10年とか大晦日だったらそれが本当にスペシャルの自分もいい試合したいです。Como vai pra morte mesmo, né? Agora como se fosse uma guerra, eu vou pra morte mesmo. Não vou pra matar e morrer, eu vou pra matar, eu não vou pra morrer. Chihiro, Migrenayo. いや俺は逃げてねえぞって、ここに勝って正真正銘の真のチャンピオンに自分はなるんじゃないですか。まだ誰も KO してないんですよね、クルベル選手のこと。ライジンでは多分いないんですよね。だから僕が倒せない相手を倒す、で倒すことができるのが俺の拳なんで、それを大晦日みんなの前で見せますよ。全員感電させて、いい年越させてやります。稲妻落としてやったぜ。ルミナの人柄とマッハの天才的な発想とゴミのイカれっぷりが入ってて、過去今まで見てきた選手の集大成みたいな感じがするんで、ラザムアリーシードライフ。ライジンフェザー級の序列をぶっ壊すのはラザムアリーシードライフ。おお、僕とくれましたよ。入ってない、風の時点で決まりました。決まりました。Хочу, я сам хотел бы подраться с лучшими. Хуан Ачул это был один из лучших бойцов. Это все эти для меня просто начало. Я в дальнейшем хочу стать чемпионом в этом райзинге. И
дальнейшее еще в хоккее хочу пойти. 無謀というか勇気があるとかいろいろ言われたりするんですけど、このカードを望んでやっぱり叶えていただいたというか、浮かせるというところをさらに証明していきたい。残り2分になります。長かったです。格闘技の聖地埼玉スーパーアリーナ、こだわする女神の歌。やっぱり僕が MMA において頂点に立ちたいっていうこの夢と希望があって、 YouTuber に K1 チャンピオンが敗れるという衝撃の結末、そしてそれ以上にショッキングだった事の顛末。関係をフラットにする。仕事の時とかもう死にたくなったでしょ。そうですよね。例の事件があったから僕の評価って地の底どころかもう地中に潜っちゃうぐらいの評価まで落ちた。で落ちてくれたからもう周りを何も気にすることなくやっぱ大好きな格闘技に打ち込めるっていうことで、逆にもう僕は格闘技に集中してこれで MMA でもう勝っていくんだと。しんどい練習はしてるんで、ストライカーの人たちにしたらもうここ最悪じゃないですか。やっぱしんどい練習しないと。落としていく、もう一つ危ないです。さあ肘まっすぐ落としていきます。いけくな。こんなとこで負けんな。やれキッドチョークだ。沈めてこれで5連勝。本当に分析の成果だと思ってます。斉藤選手の癖だったりとかタックルに行くパターンっていうのは分かってましたね。具体的に言うと斉藤選手はタックルのフェイントがフェイントしか来ないんです。タックル来るときはいきなり来るんです。そこは徹底的に切るっていうことと、コーナーに追い詰めてこの4つの展開っていうこういうので投げてるとかテイクダウン取ってたんで、コーナー際が攻めてくる、そこで耐えて体力を削ろうっていうのは思ってました。なんでもうタックルも通じない、打撃も通じない、何するか分かんないってなったらもう一方的に僕の攻める展開なんでボディにどんどん効かせて倒すっていうところ。活性化している。おっとカウンター、蹴りを放っていった黒板、ちょっと今効いただろうという。積んだぞって、はい、楽しくなってしまって自分の思い描いてたこのシーンになってるっていう、積んだぞって。そして中速サラちゃん、オーストラリアから来てくれてありがとう。やっぱ愛の力って強いですね。なんちゃってありがとうございました。面白すぎるんですけど、なんちゃってに締めましたからね。なんちゃってやばいですね。営業ラブだなこれはと思ったんだよ。本当ですか？僕お酒、タバコ、女性、ギャンブル一切しないです。嫁ネタ、ネタね、はい、嫁も使ってみたいな、はい、小賢しい感じがしてたと思うんだよ。はい、そうじゃないんだね。あなた本気で愛してるんだね。はい、格闘技を。さあちゃんも、さあちゃんも大好きです。さあちゃんのことはもう大好きです。両方好きだね。両方好きです。過去にアスペルガー症候群といってそういった診断を受けていて、この人変だなっていうのはずっとありましたけど、幼稚園の時はもう恐竜の絵しか描かない、恐竜って決めたら恐竜、小学生に入ったらドラゴンボールしか描かないっていう、お母さんが主婦になっちゃってで今度やったんですけど、僕はすぐ辞めちゃって。でも裕太さんは狂ったようにやっぱりほっとしたというか、ずっともう道場になんか入り浸ってるというか。5時から練習だったんですけど2時とかに行ってました。学校抜け出して道場行っちゃってました。本当にやばいですね。ちなみにファイナルファンタジー8今30回以上クリアしてる。小学生の時ずっとやってて
久保優太さんってやっぱりもう究極のオタクだと思うんですよ。もう格闘技をとにかくこう突き詰めて、いろんな映像とかもめちゃくちゃ送られてくるんですよ。一緒にいる時もなんで格闘技のやつばっかり見てんのみたいな、私の話を聞いてよみたいなよく言われたりとかして結構怒られたりとかするんですけど、子供が大好きなものにこう熱中してっていう。おかしいですもんね、久保さん。はい、もう37になったんですけど、37でまだ夢追い人です。足りないものは貫禄というか。貫禄出して。本当に1個がこうバーンって抜けてるっていうところが。めっちゃ詐欺師に騙されるんですよ。人一倍ちょっと思い込みが激しかったり、冗談を、真に受けてしまったりとか、いろいろあったね。お金だったりとかハニートラップみたいなのが引っかかってきて、17歳の時1000万の借金をして切り書かされちゃって、僕サインしちゃったんですよ。結構ちょっと感性がバグってるところはあるのかなと思ってて、バッシング誰かに何を言われたとかケロッとしてるとは思うんですけど、彼の中で大きかった自分の大好きで大切な格闘技を冒涜したっていうのになんかへこんでる、それが効いてるような感じはありました。サラちゃんが現れてから多分もう人生まるっきり変わったと思います。こんなとこで負けんな。サラちゃんすごい人を見る目すごいんだよね、毎日今日会ったこととか今日会った人のことを必ず報告するんですよ。じゃあその人は気をつけなとか。だからもう絶対信頼をしてて、宗教みたいですね。あ、もう宗教ですね。教祖様です。出ました。こんにちは。こんにちは。結構なんか充実してるからあんまり寂しいとかは感じたことないですけど。もうちょっと寂しがってでもやっぱ愛の形ってありますか？いろいろね。一回なんか同居とかしてみたらいいかなと思います。久保のヤバさを知らない人は。世間ってなんか知らないけど私みたいなヤバいやつ早く別れろみたいに言われるんですけど、よく一緒に入れるなって感じじゃないですか。分かってくれました。愛の力って強いですね。なんちゃってありがとうございました。誰よりも入ってやっぱこうきつい練習とかもやってるわけだし、やっぱもうちゃんと MMA 仕様の体の使い方とフィジカルになってきましたよね。やってる方もきついですよね。もう本当ライジンフェザー級でチャンピオンになりたいっていうこの目標があって、確かに世間の評価ではまだ早いだろうとか通じないって思われるかもしれないんですけど、やっぱり自分にとって残された時間っていうのは限りあるものなんで、やっぱ体力っていう面ではもっとたくさん練習若い頃だったらできたかなとか。僕が正直あと3年早く MMA 転向してたらもっとすごいことになってたなって正直自分では悔しいです。ここでスーッとね、ここで開けてレスリングも強いし、いってもおかしくないぐらいはあるんじゃないですかね。ああいう感じのタイプに勝つのはやっぱりストライカーの方が可能性はありますよね。動きの精度あれば倒せると思うし。そして最短ルートでここを乗り越えてチャンピオンになりたいと思ってます。まあ死ぬ気で、てか死んでもいいからやってるんでしょ。死んでこい。寝かされないように頑張って。はい。なかなか攻略できないんですよ、格闘技って。タラちゃんも同じで、
全然攻略できないんですよ。だからもうずっと追っかけちゃうのかもしれないですね。格闘技には向いてたということですよね。格闘技をするための兵器みたいな、ロボットって登録されてるもんでされちゃう。人間的な問題で言うといろいろ問題ありだと思うから